やっちゃいました。感染。違います。以前いただいたレモンの蜂蜜漬けを自分でも作ってみたんですけど、カビが生えました。ちゃんと蜂蜜に使ってなかったんじゃない？そうなんです。あと、冷蔵庫に入れていた方は大丈夫でした。気温の問題もあっただろうけど、それでもちゃんと浸さないと危険ですよ。あと、写真絶対に送ってこないでね。新型コロナウイルスを克服したと自称する中国は、今度は世界にその経験と知識を提供するとして躍起になっていますが、早くもその戦略がつまずきを見せています。ヨーロッパの中でも感染が大幅に拡大しているスペインは、中国企業によって作られた検査キットの信頼性に疑念があるとして、使用を中止しました。スペイン保健省によると、26日には8578人の新規感染者が確認され、655人が死亡したとしています。これで死者数は4089人となり、中国を抜いてイタリアに次ぐ2位になっています。スペイン保健省健康警報調整センター長は、12.5% の人が回復していてこの数字は日々上昇している。残念なことに私たちが望む以上に死亡者がまだまだいます。大半の 67% が80歳以上の高齢者です、と話しています。スペインでは25日に738人が亡くなっていますが、これをもって死亡者の増加が減少したとは言えない状況です。スペインメディア、エルパイースによると、医療現場では中国から最近到着したキットに対して、我々が期待していたように陽性を検出しないという不満の声が上がっていると報じています。スペインの研究機関、スペイン感染症臨床微生物学会、SEIMC は、中国企業新鮮バイオイージーバイオテクノロジー社が開発した検査キットの精度が 30% 未満であるとウェブサイトに公表しました。マドリード市はこの企業から34万個の診断キットを購入しましたが、すでに使用を中止しています。スペイン保健当局はすでにメーカーに交換を要求したと伝えられています。健康警報緊急調整センター長は、品質基準を満たしていないとして、中国企業がスペインに供給した9000個の診断キットを返却したとしています。スペインの中国大使館はこれについてツイッターで、バイオイージー検査キットは中国保健当局の承認を受けた製品ではない。中国政府やアリババがスペインに送った医療用品には含まれていない、と弁明しました。スペイン政府は25日に4億3200万ユーロ、約580億円を中国に支払い、マスク5億5000万枚、人工呼吸器950台、550万の検査キットを購入し、今後数週間で到着すると発表しています。中国の検査キットに関しては、23日にチェコのメディアが保健当局の関係者の話を引用し、中国産の診断キットは検査で出てきた判定の 80% で欠陥が発見されたと報じました。そのメーカー名は分かっていません。編集所官。自称、感染を克服した、とする中国は、新たな国内感染はほぼ発生していない、ほとんどが国外からの流入だ、などとしながらその経験をアピールし、世界各国に向けて支援を提供するとしています。医療スタッフや技術、知識はもちろんのこと、こうした検査キットを含む医療機器も提供しています。こうすることで、中国は多くの国家の危機克服に力を貸した恩人となろうとしているのでしょう。こういう言葉を使って良いか迷いますが、やや増長していると言わざるを得ません。今回の報道、中国は政府の関与を否定し、一企業が無責任な製品を提供しているとして責任を回避しています。いつものパターンです。中央政府は何も悪いことはしていないと。承認されていないおもちゃが国外の医療の最前線で使われていることについて、何ら責任を持たないというわけです。ヨーロッパ各国も、この混乱の中で、中国企業の何がどれだか見分けもつかず、大量の検査キットが提供できるとあれば、時間との戦いもあってすぐに飛びついたのでしょう。中国で十分検証されたものだと信じて使ったがために、悲惨な結果を招いているのです。私は米国が掲げる中国責任論には賛同しかねます。あれは政権の失敗をすべて中国に押し付けようとしている行為です。とはいえ、たまたま中国で流行が開始してしまっただけに過ぎないので、中国に責任はないと言えるわけでもありません。しかしながら感染初期から徹底対策への移行は非常に難しいため、必要以上に中国を責めるつもりもありません。その難しさは今東京が経験し、新たな失敗による教訓として記憶されるでしょう。
中国のマスク工場。と言っても儲かると知って最近新たに製造をし始めた人たちですが、そうした企業がマスクを存在に袋詰めする姿を見ておぞましいと感じた方は多いと思います。感染が収まりつつあり、製造が再開した中国では、今はコロナウイルスで儲けることができる企業が、とにかく利潤を追求して活動を再開しています。今回の検査キット不良もその一つだと思います。かつては中国製というと安かろう悪かろうでしたが、今は生産管理を徹底して品質向上が見られ、多くのメーカーが中国で普通に製造や組み立てを行っています。しかしこうした報道を耳にすると、やはり中国品質、そんな風に思ってしまうのは致し方がないかと思います。そう思うとやはり食品や医薬品関係は恐ろしくなりますね。こういう言い方もどうかと思いますが、恐れていたことが起きてしまったという気がします。東京のこと。違いますよ。中国です。ああ、そっちですか。やってしまいましたね。感染爆発地域への低品質キットの輸出。全く笑えません。これではこのチャンネルもお笑いが追求できないです。東京が怖いなんて言わないでください。不安になります。それにしてもあまりにも悲惨ですよね。間違った検査結果のせいで多くの人が感染する結果になってしまったということですよね。ええ、そして無症状とされていた人も実は感染していなくて、それなのにウイルス自体にさらされて感染者となってしまったかもしれません。感染拡大に一役買ったと言われても仕方がないですね。中国政府はまるで責任を取らないかのような発言ですが。これは武漢の時と同じですよね。末端の責任を中央が取ることはないという。書簡でも話しましたが、中国国内の新規感染がゼロだったとか、極めて少ないという話は到底信じられないですね。それが本当なら日本もそのくらいできるということだと思います。過度な批判は良くないと分かっていますが、今回の件は、あまりにもひどすぎます。これで中国の検査キットは信頼を失ってしまいますね。今のところ一社の問題と思われるからそこまで広がらないとは思いますが、一方で韓国が反射利益を得ていますね。今は韓国の検査キットが欧米から名指しで要求されているようです。韓国メディアは大騒ぎです。韓国の検査キットは優れているんですか？韓国の PCR 検査キットは精度が 95% とされていて、6時間で判定できるということです。10社くらいが生産しているそうで、物量的にも中国に対抗できるんじゃないでしょうか。そういえば日本の企業が中国で開発した15分で検査できるキットはどうなったんでしょうね。そういえばそうですね。1日に1万人分供給するとか言っていましたが、続報が全く聞こえてきませんね。医療機関や研究機関に提供するとしていましたが、検査速度が上がらないので貢献していないのかもしれませんね。そんな、東京はやっぱり悲観的な見方ですか？私はそうです。慎重派ですから。そうですよね。いつも身構えている系ですもんね。そんな大げさな。警戒論を展開したらものすごく長くなったので、今回はカットします。後でこっそり教えてください。不安になるから聞かない方がいいと思うけど。そして、今回はなんとスペインメディアですね。どこから見つけたんですか？香港メディアです。香港は中国情報を多く収集しながら、中国政府の失態を正しく伝えるメディアがありますから、そこがスペインの新聞社を参照していたので調べました。そういえばスペイン語話せるんでしたっけ？もうダメ。ほとんど忘れました。使ってないから。朗報です。私、今月はとりあえず在宅になりました。おめでとう。非常に小さい個人的なニュースをありがとう。多分今週末の状況を見て、感染が拡大しなければまた出勤です。大丈夫。とどまらないと思う。月曜日にでもドンキホーテにトイレットペーパーを買いに行ってください。昨日見たら安かったですよ。はい、わかりました。たまには普通に終わりましょう。そんなことができるんですか？努力すればできるんです。